骨とこの間に入れるのかな。そうそう。コヘルだから正直こう、手術どういう手術にするかを決めんといけないな。あんまり剥離しなくてもいいんだったらしないし。その僻地医療にしろ災害医療にしろ、その困ってる人を助けるっていうのが、根本にあると思うんですよね。そういう中でその救急外来とか救急車で来る人ってやっぱ困った人が集まってくる場所だから、そこで働くことでやっぱそういう人の役に立ちやすい。おはようございます。8時半に、ここで申し送りの挨拶みたいなのして、でそれから救急車変わってきちゃった。今回もカンファはスキップやな。おはようございます。はい。バイタルとか変わりないですよね。外してます。95ぐらいまでできてるんで。わかりました。おはようございます。わかります？今も痛いです。はい。なんか別にダイナミックだったりドラマティカルだったりするものだけが救急医療だと思ってなくて、なんか研修医の先生とかに話聞くと、なんか割ともう高齢者ばっかりでそんなにバタバタする感じでもないから思ってた救急とちょっと違いましたとかって言われることもあるんだけど、今日来てた人たちだってみんなめちゃくちゃ困ってるわけですよ。これ痛いですか？そういうことはね。これ痛いよ。やっぱり胸膜浸潤とかそういうのもあるかもしれない。じゃあ心電図って救急車みたいなのある。そう。もしもし、変わりました。京急稲葉です。お疲れ様です。そうか、なんか今日救急車多いっす。いやいや、熱中症じゃなくてですけど、熱中症むちゃくちゃ多いんじゃないですか。熱中症増える、熱8が多いです。8？そうなんですか。はい、どうも。しんどいですね。急にしんどくなったんですか。これから肺エコー。バットサインしてる。はい。コウモリの羽のサイン。ここが肋骨でしょ。はい。で、こっちも肋骨やんか。これがコウモリの羽みたいに見えて、これで見ると気胸ではないんじゃないかなと思うけど、もしかしたら胸水、でもこのエコーの感じは胸水じゃないけどね。やっぱ無気配になってるからこういうふうに見えるんだと思うけど、ちょっと見せてくれ。あと心臓のエコーもしようか。はい。決算成果と凝固も取っておく。心臓系いいや。疑ったら絶対やった方がいいけど、無駄な検査はできるだけしない方がいい。はい。で、ちょっと俺手術行くからみんなが忙しくしてるのにいなくなる。もしもし。はい。何番かな。6番。ありがとうございます。密着中。かっこよくはない。これ洗い方一応決まっててその試験もある。それに通らないと手術室デビューさせてもらえないっていう。足台1個もらっていいですか。遅くなりました安原先生。これは腹壁反根ヘルニアって言って別の病院で尿管がんの手術された人なんだけど、その後傷のところが開いちゃって腸が飛び出してきたりするのね。それを治す手術。腸が下にあるんだ。下で腸が動いてる。
そうです。動くってことはでもついてないってことかな。電動がが見える。上に上げないと。こっちも多分そのレアそうに行きゃいいんやけど、手術どういう手術にするかを決めんといけないな。まだ迷い中みたいな。上長上げにしようかな。あと手術ですごく大事なところ、視野を作るっていうことだよね。手術してる人が危ないところがちゃんと見えてるとか、自分の見たいものがちゃんと見えるっていうことがすごく大事だから、僕ら術野っていうけど、その術野を展開する、術野の展開っていうのは助手のむちゃくちゃ大事な仕事だと思っていつもやってる。これは 2D でこっち全体体は 3D だから仕方ないからどっかが先出るけどもうちょい切る。そうですね。これを下に縫い付けて縮減らすみたいな。縮減減らしていいね。はい、じゃあこれで写真お願いします。これは治るでしょう。あると思います。ありがとうございました。河合先生ありがとう。お疲れでした。成功。いやまあまあ成功、まあ手術の成功失敗ってさ、よく手術は成功ですとかいうドラマであるけど、そんなん言わないからさ。そうそう、まあいい手術をちゃんとやるっていうそれだけ。じゃあ行きますか。飯。分かった。取らないよねって言ってたけど、ごまです。愛妻弁当。いつも美味しくいただいております。前回味噌汁ありましたね。前回味噌汁あったっけ？じゃあ前回の取材ってことちょっと意識してたのか。大体ないよ。これカットした方がいいと思う。そもそもなんで稲葉さん外科目指そうと思ったんですか。なんかまあもともとそれこそこの済生会病院で、外科をずっと修行させてもらってたんですけど、でもそうしてる時に、自分の父親が心筋梗塞で、急に倒れて、でそのまま次の日亡くなったんですよね。で、その時にやっぱり田舎だったっていうのもあって、救急車来るのにかなり時間かかって、父親が救急車で運ばれてくるよりも先に僕の方が着いちゃって、僕の方がずっと遠いところにいたわけなんやけど、僕こうやって父親が運ばれてくるのを、私服だったけど手袋だけ借りて待ってて、バーンって運ばれてきて、父親、視線器呼吸って言うんだけど、こう喘ぎ用の呼吸をしながら父親が入ってきて、その時ずっとこう胸骨圧迫をしながら、ある意味では心臓マッサージをするしかできなかった。いや悔しさもありましたね、めちゃくちゃ。だからやっぱり自分がせっかく医者になってるのに、自分の父親がそうやって倒れた時に何もしてやれなかったなっていう思いはやっぱずっとありましたね。でそれで父親が死んだことをきっかけにして、もうちょっとやっぱりその救急のこととかで、もっと言うとやっぱその田舎の救急ってやっぱりこれだけ1台救急車がたまたま出払ってただけですごく時間もかかったりとか、そういうシステムのこともあるし、そういう救急のことももうちょっと勉強したいなって思ったんですよね。で父親と同じような病気の人も治したいし、自分外科だったので、その外科の技術使って命の危険に今命の危険にさらされている人をもうちょっと救うようなことをやりたいなってその時は思いました。縫ってあげた方が早く治るからそうしようか。注射ねちょっと痛い。その1ヶ月半ぐらいで長男生まれてるので、だからもうちょっと生きてたらね孫の顔見れたらいいなってはいつも家族では話しますけどね。だから親父の漢字を一文字息子にはその通り長男つけてて、だからあの時親父が死んでなかったら僕も救急医になってないし、ピースインゼンも来てないし、息子の名前も変わってたよなそうやね、あの時期に親父が死んだっていうのはなんか分かんないけど、神様がこっち行けって言ったみたいな、もしくは父親が命かけて何か教えたいことがあったみたいなことあるかもしれないですよね。じゃあちょっとチクッとするよ。めちゃくちゃ痛い？我慢できる？よし、強い。
もう今痛くないです。もうこのまま痛くないまま終わるから。麻酔よく頑張った。終わったよ。お母さん呼んでくれる？はい。お疲れ様でした。お疲れでした。終わりました。今日早く終わった。もう帰って今日は子供たちとご飯食べれます。お疲れ様です。はい。お疲れ。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。